はい、こんにちは。美ライフのマリコです。今日は肩こり解消に役立つヨガを行っていきます。慢性的な首こりや肩こり、背中のこりを解消したい方におすすめです。呼吸も深まりやすくなり、自律神経のバランスも整えられますので、ぜひ一緒に行ってみてください。はい、それでは始めていきましょう。足の裏を少し離したところで合わせていきます。両手をすねに添えて、一度骨盤を前にぐーっと押し出し、胸を斜め前に広げていきます。吐きながら骨盤を後ろに転がし、腰背中を丸く、首もリラックスさせましょう。繰り返します。吸って骨盤を前に押し、背骨を柔らかくしならせます。喉の前側も開放して、吐きながら丸くなって首もリラックスしていきましょう。もう一往復繰り返します。吸う呼吸とともに背骨をしならせ、吐いて緩めます。吸って上体を元へと戻し、右の足かかとを近づけ、左の足を斜め前に伸ばしていきましょう。一度骨盤をしっかりと立て、ウエストから右へツイストしていきます。吸う呼吸で右の手を上に持ち上げ、吐きながら伸ばす足の方に向かって体を傾けましょう。右のお尻から右の腕を長く引っ張るように、上の腕をゆったり下ろして回していきます。ご自身の心地よいペースでゆったりと体の前で円を描くように動かしていきましょう。肩周りの緊張を緩めていきます。切りのいいところで右の手を頭上に留め、右の肘カクンと折り曲げたら後頭部を支えていきましょう。左の手足の外側に突き直します。吸って右の肘を広げて胸をストレッチさせ、吐きながら右の肘を前、胸丸く丸めて腰背面緩めます。吸う呼吸でオープン、右の肘を広げて鎖骨から胸の広がりを感じ、吐きながら上体を斜め前に丸くなって首の伸びも感じます。吸って右の肘を広げて目線も右肘の延長上遠くを見ます。しっかり胸を広げたら上体を起こして右の手をお尻の後ろ、吸う呼吸で骨盤持ち上げます。左の手頭上です。伸ばす足から腕まで引っ張り合いっこして、吐きながら腕を後ろからゆったり回していきます。吸う呼吸で足と手を遠く引っ張り合いっこ、吐きながら肘緩めていいのでゆったり回していきましょう。もう一度吸って伸びて、吐きながら回しながらゆっくりお尻を下ろしていきます。はい、では今度反対側行きましょう。左の足近づけて右の足を斜め前です。土台安定したらウエストから左へツイストして腕を自然と下ろします。吸って左手上、吐きながら側屈。左胸を広げて脇腹体側長く伸ばします。吐きながら上の腕をゆったりと下ろして回していきましょう。マイペースにゆったりと腕を動かして肩甲骨周りの緊張もほどくように。切りのいいところで左腕を頭上でストップしたら肘をカクンと折り曲げて左の手を後頭部に添え、右の手を足の外側に突き直します。左の肘を開いて左胸に広がりを感じたら吐きながら上体を斜め前に丸くなります。
だらーんと力を抜き、吸う呼吸で左の肘を開いて、吐いて斜め前にだらーんと背中丸く緩めます。吸って左の肘を開いて、さあ左の胸をしっかりと広げたら上体を起こして左の手をお尻の後ろ、吸って骨盤持ち上げます。右足右腕を遠くに引っ張り合いっこして、さあ吐きながら右腕を後ろからゆったり回します。吸って一度腕と足を引っ張り合いっこ、吐きながら肘緩めてもいいのでゆったりと回していきましょう。頭上まで来たら吸って長く引っ張り合いっこ、骨盤をもう少し上の方に押して吐いてゆっくりお尻を下ろしていきます。はい、では戻したら両膝を立てて座っていきましょう。両手を後ろについていきます。指先を自分の方向に向けて手のひらを大きく広げます。肘が肩よりも広げないように肩甲骨を軽く引き寄せて、吸う呼吸で床をプッシュして鎖骨から胸のストレッチ、広がりを感じます。はい、では一度緩めたらもう一歩ずつ手を遠くに遠ざけたところについて、もう一度床をプッシュして脇を締めるようにして、今度腕の内側への意識的なストレッチを感じていきます。自然な呼吸で大丈夫。はい、ではゆっくりと上体を戻していきましょう。両手のひらを上に向けて手首の伸びを感じます。背中の緊張を緩めて優しく手首へ呼吸を送ります。はい、ではゆっくり背骨を一本一本マットに下ろすようにして仰向けに寝転がりましょう。足を長く伸ばして一度一呼吸します。吸ってゆっくり吐いてリラックスしていきましょう。それでは両膝を曲げて両足を天井の方向に向かって伸ばしていきます。さあまず両足の裏へじんわり伸びを感じましょう。この後好きのポーズに入りますが、首に不安のある方は控えてお休みしていてください。大丈夫な方は両手で床を押してお尻をぐっと高く持ち上げます。両手腰の後ろをサポートしてお尻を高く保ったまま、足を頭上遠くの床にちょんとつま先を下ろせたら下ろしていきましょう。このままでもいいですし、大丈夫な方は両手指を組んでぐっと腕を下ろしていきます。さあ好きのポーズ、尾骨から頸椎まで背骨をまんべんなくストレッチします。さあ両手つないでる方はほどいてゆっくりと背骨を一本一本マットへと下ろしていきましょう。両膝を曲げて足を下ろします。さあそのまま上体両膝右側へと傾けていきましょう。さあ横たわったら左の手を横にオープンします。さあ胸は右側向けたまま左の腕が浮いている状態。腕の重さで胸のストレッチを加えていきます。吸う呼吸で左の腕を斜め上の方に持ち上げて、吐きながら元へと下ろす。繰り返します。吸って斜め上。吐いて下ろす。あと3回ほどマイペースに行っていきましょう。大胸筋や小胸筋をストレッチしてほぐすことで肩の緊張感が和らき、肩こりが解消されていきます。はい、では切りのいいところで中心戻したら今度反対側です。
両膝を左側傾け、上体も左へ向け横たわります。さあ、右の手を反対側後ろに運んで、だらーんと腕の重さで右胸の広がりを感じます。吸う呼吸で右腕を斜め上の方に持ち上げて、吐いて下ろす。吸って斜め上。吐いて元の位置へと下ろす。あと3回ぐらいいきます。ご自身のペースで大丈夫。さあ、この腕の角度によって胸のストレッチされる部分も変わっていきます。胸をストレッチしながら肩甲骨や肋骨の動きも良くなり、猫背の改善にも役立ちます。肩周りの詰まりも解消していきましょう。では終わったら中心に戻します。両足を伸ばしたら最後ひと伸びしましょう。両手上万歳、ぐーっと両腕両足を遠く遠ざけて、吐きながら肩緩め、腕をそーっと下ろして終わりにします。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。この動画良かったよという方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。